おはようございます。画家のぎそです。今日はこちらですね。こちらの作品をお見せしたいと思います。白馬の方に、ちょっと取材に行って、そのちょっと手前側の戸隠のところで見た水芭蕉を描いたという作品でございます。細かい描写をしておりますね。熊に注意という看板があったんですけども、こちらの作品をお届けしたいと思います。これも木々ですね、の描き方と水芭蕉、この白さをどうやって生かすか、見せていくかということを描いた。で、うっすらとね、新緑が出てきている感じなんていうのは僕は非常に気に入っている作品だなというふうに思います。空の青さと緑、そして茶色、そして白ですね、黄緑色、このコントラストの美しさを楽しんでいただければと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。こちらですね、戸隠ですか、戸隠ですかね、を描いた作品ですね。水芭蕉ですね。こちらは、4月の20何日に行ったんですけど、やはり九州とかよりは1ヶ月ぐらい遅い感じかなという感じですね。でございました。戸隠神社というとこ行ったんですけども、そこめっちゃ歩いてきつかったんですけど、そこからちょっと行ったところに、自然園みたいなですねあって、野鳥観察のなんちゃらみたいなのがあって、そちらの方で、ライブ配信も確かしたかなと思うんですが、いろんなとこで全国回って行ってて、全国というかそれで30今ね8カ所やったかな、確かやってるはずなんですよ。ね、有言実行型。そしてインプリマトゥーラという、今墨入れという作業をしてましたけど、インプリマトゥーラというね、いろんなとこでいろんな、やっぱりまず日本をちゃんと見ようと思って、この1年に2年ぐらいかかるか3年かかるか分かりませんけど、コバルトブルーとロワンバーとテレピンとポピーオイルというのを混ぜて、それを白味と呼ばれるものが吸収が強いので一層塗って、要は僕はある程度トーンを一回落としてあげる。そこから明るくしていくという描き方で描いています。ね、で38箇所ぐらいかな、もう本当にそんな感じ。ひとたび10箇所ぐらいでライブ配信とかしてるからですね。ポピーオイルですと。ね、そういうことをやってもいろんなとこのやっぱ自分の中でも思い出深く、半年で30何箇所でライブ配信やってるからね、わけわかりませんよね。というそしてハケですね。このくらいのハケのサイズ、このくらいのサイズのハケとかを用意されると意外と本当使い勝手良くて、いいですよ。これ油用で僕は使ってて、15以下ぐらいはこれぐらい、それ以上になるともう一回り大きいみたいなハケを使って塗っていってます。でこの白味というのは吸収がすごい強いからですね、ハケムラができてしまいますけども、なんかジェッソみたいなのとかで代用されてもある程度いいんちゃうかなと思います。ちょっと15以上になってきたら板1枚とかっていうのは怖いから、何かね、布とかをかませてあげた方が僕はいいかなというふうに思うし、でも完全なる推奨できるやり方という感じで僕は言ってるわけではないですよ。ジェストだけとかはね。で完全に乾燥後ですね、2層目2層目も今回の動画に撮ってあります。かなり暗くしましたね。かなり暗くしていっております。僕はこういう伝統的な昔からある方法を使っているけど、なかなかね難しいですもんね。ジェストだけでとかやるとかって、ジェストだけというか白味とかを作ると、白味という白亜紀の地層から取れた炭酸カルシウム、そこがすごく炭酸カルシウム分が多いんですね。でそこから取れたみたいな感じで白味というふうに言いますけどね。で2層目はこうやって叩いてます。叩いて平滑にしていってます。でこれめっちゃ目が近いでしょ。なんでかというと下の線が消えたらあかんからなんですよ。見える範囲のこれぐらいやったら見えるなっていう。でハケムラが強すぎたりとかすると、その下の隅の線が消えてしまうんで、だから結構ここものすごい難しいと思います。普通の人できないんちゃうかなと思いながら、もうちょっと明るめにしといた方がいいと思いますよ。で私は結構暗くして浮かび上がるように描いていきたい。すみません、鼻声ですねっていう感じですね。で、完全に乾燥後ちょっと白を混ぜたよね。いつも紫でやること多いですけど、ちょっとこうやって変えるんですよ。で、少し茶色と白と何入れてんのかなっていう感じで、それでもなんか下の絵の具が見えるぐらいの感じで描いていってます。今回のはなんかね、奥行きとかの出し方とかも参考になるんちゃうかなと。もうなんか
これは本当セットで見てほしい絵やなと P85 で、マシューコの雪の景色と春の景色ね、逆にまた夏のまた森みたいなのがあっても面白い。またこうやってねアイデアが出てきてしまうんですよね。え夏の北海道の森とかねありですねとかね、という感じで。で、一番奥のまず空の色、これねうっすらと空が見えているんで、その青空を描いていってます。青空を、これまた変な筆ですよ。これね平筆じゃないんですよね。ちょっと確か斜めにカットしてある筆なんですよ。これ案外使い勝手よくてびっくりしました。30年近くこう絵描きしてるんですけど、また新しい発見があったと。これも何かのセットで買った2000円ぐらいで10本セットとかそういうこう安い筆が売っていて、水彩用に買ったりしてね、アクリルとかが結構筆がダメになったりするから、案外そういうのとかを買ってですねと思ってるんですけど、意外と油絵でナイロンの筆で、筆もこれ知らんですよ。筆会社の人が言うてもしつこく言うてますけど、水彩筆と油彩筆の違いなんですかって僕聞いたら、筆の柄の長さですって言ってました。水彩筆は短いですと、油絵の筆長いですと。で油絵ってこうねこう後ろの方を持ってこう描いたりするイメージあるじゃないですか。別にそれでなんでそうするかっていうと、画面全体をやっぱ見ながら描くためっていうのが一番僕は大きいと思うんですよ。でも離れてみりゃいいんちゃうかなとか思ったり、私はもう本当に画面に手つきたくないからっていうのもあるのかもしれないけど、こう後ろの方で持って描くじゃないですか。でもこれでワンチン使えばいいんちゃうかな。もうひねくれてもう本当にひねくれてるんですよ。でなんかフェルメールの絵のですね、絵画芸術という作品ですね、でこうワンチン使ってるのありますよね。っていうでそれを僕はまた改良して板にして、棒で左手で持ってると左手使えへんから、じゃあそれを置くための箱を作ると。こういうのやってる人いるんですかね。っていうか私が YouTube で教えてるから皆さんやりだしててびっくりするぐらいこれ仕事早くなるでしょう。もう 1.2 倍増ぐらいで僕は早くなるというふうに言ってて、元値としては2,3,000でできるんちゃうかなと。でもそれで時短にもなってストレスもね、この辺に絵の具ついたとかわーとかっていうストレスもなくなるから、時短にもなるから作るのには2時間ぐらいかかるし、ホームセンター行って30分で買ってね2時間半から3時間ぐらいかかるけど、このぐらいの作品描いたらもう時間の元は取れると。あとは何枚もこれ使っていけばお金の元も取れるんではないかと。絵が売れたりすればね、というふうに僕は考えて、どういうふうに効率よくいくかということを考えていくタイプなんですよね。YouTube もこうやって残しておいたらね、よく言われるんですよ。なんでこんなに、全部技法、それでこれあれですね、水芭蕉の生の白を置いてってますよ。結構絵の具厚く塗ってるんですよね。こんな見せてくれるんですかって言われるんですけどね、これ僕逆なんちゃうかと思ってるんですよ。隠す必要あるのかなと変な人でしょ。もうこんな時代やから逆に見せた方がね、もうその人の技法やでとか、こういう画題描いてるでと、それで同じような描いてたら小木曽先生のパクリやってなるじゃないですか。先に言うた方がねと思ってるとこあるんです。変な、もうやばいね、もうほんと性格が悪すぎますね皆さんね。こういう風な人間にならないために子供をどう育てればいいかということをね、考えて反面教師にした方がいいと思います。だからもうこうやって作ること自体ももちろん何もせん方が一番楽ですけどね。でも残って皆さんが喜んでもらえる声聞けるってこんな嬉しいことないなと思ってますよ。YouTube の前は本当に Facebook とか、Twitter もやってなかったですけど、Instagram とか、あんまやってなかったですけど、そういうのでもこうやってみんなの作家さんの作品が見れるようになって嬉しいというコメントとかね、情報を知れることができて嬉しいとか、昔は本とかしかなかったからね、ということ言われるんですけど、今はこうやってねおっさんが喋って、こんな明るいおっさんや、皆さん初めて会っても普通に喋ってこられますもんね。若干緊張されてるけど別にいいんですよ。慣れ慣れしくても全然僕怒ったりせんんですけど、皆さん言います。初めて会った気がしないってね僕は初めてなんで全然すいません、緑も置いていってますね。これね、フタロシアニングリーンみたいなのと黄色を混ぜた緑です。すごく鮮やかな、カドミウムグリーンみたいな色なんですけども、染料系やからものすごい強い、グリーンです。全然いいんですよ本当に。ぜひぜひ個展など来て慣れ慣れしく喋ってもらっても結構だと思いますなんとなくね、周りのお客さんとかの目は気にしてもらえると助かるなっていうのをいつも思ってますよ。
周りのお客さんとかがいたりしてもね、喋りたがってる人がいたりして、でも独占してずっとね、僕はよくこう画廊で絵描くんですよ。もうずっといたりするよりちょっとね、あまりにお客さんをなとったことが、僕のねファンの人は大体そういうことができる優秀な人たちなので、ありがたいなと思うんですけどもね、ちょっとね周りとか見ながらですねなんとかこれ僕言ってるんですけど、もうここでだから僕のものすごい熱心な視聴者って分かると思うんですけど、本当にこれで1層目終わりですね。本当にこうざっくっと書いてますけどね。で完全に乾いてから2層目を塗っていって、今度は紫色ですね。これ若い作家さんとかも使ったらいいと思うんですけど、僕画廊の人とちょっと打ち合わせしとくんですよ。でなんとなくこう話が長い方とか絵買ってくださった方は全然もちろんいいんですよ。1時間でもね、2時間いるのもお互い疲れるからあれでしょうけど、やっぱりねでちょっと面倒くさいなと思う時はあるんですよ。なんていうの、例えば私の絵見てくださいとかね、そのために鬼好評をやっとるんですよね。すみません、愚痴がぐちぐちなっておりますけどもこれスカンプリングって言って、で僕はね作戦やって画廊の人と打ち合わせしとくんですよね。ちょっと疲れてるから休みたいな、でもすごいお客さんが長いこと言いはるなと、ペッと目配せしてこうですね。そうすると画廊の人が裏ピューと言ってですね、僕の携帯に電話してくれって言ってありがとうございます。もしもし、すみません。ちょっとちょっとそこを退席するというね。これ若い作家さんぜひね使われたらいいと思います。接客慣れてないです。すみません。これスカンプリング2層目でやってますね。こう空気近法的な感じですね。奥の方は雪が残ってる山がチラチラっと見えてるところなんていうのもこうチャーミングなんちゃうかなと思うんですけども。本当ですよ。こう絵描きさんって別にね接客に慣れてるわけじゃなくて、やっても1年に1回でしょ、個展とかね。で1年に1回の1週間とか10日間とか、そういう時にこういろんな人とお話して全く知らない人とかと会うわけじゃないですか。で僕はもうだいぶ慣れてるんで、ただ僕みたいに喋りすぎてしまうんで疲れるんですね。ずっとこんな感じで10時間ぐらい喋ってたら疲れますんでね。でやっぱりこう目配せしてね、普通に洋服屋の店員さんとか毎日やってるからそれはねいけますけどね、1年に1週間だけの人とかにとってはねなかなかこう疲れたりしますよね。だから僕絵描くんですよ。絵描いたら座れるからですね。でなんかこう立ってやないかんみたいな雰囲気とかあったりとかしてね、座ってたらええのやもんね。なんかねそういうの画廊の人とかがねこう気を使って、僕のお付き合いしてる画廊の人はもうこんなめっちゃ知ってる話やからですねあれですけど、若い作家さんなんかもうグターなりますもんね。もう接客こうアルバイトとかやっぱ叩き筆で叩いていってます。そしてこう明るいところを一回もう一回こう盛り上げるような感じで描いていってます。何の話してんねんって感じかもしれませんけどね。そうでもやっぱりこう絵描きさんって若干こう接客業じゃないけども、そういうところは必要な部分かなというふうにはもちろん思いますもんね。なかなかこういろんなプロデューサー的であり、もちろん職人的な、僕の場合ね的な部分もあり、ちょっといろんな作家さんを思い浮かべながら今喋ってるんですけどね、プロデューサー的な部分もあり、監督でもあり、そしてこうプレイヤーでもあり、もう何でも嫌なんですよね実はね。だから何でも屋的なとこがあって、もちろんその家でずっと書いてて、誰にも見せへんでっていう作家さんもいますけどね、いろいろいていいと思うんですけども、でもやっぱり要素としてはそういうところはいろいろ必要なんちゃうかなというふうに思いますよね。そうなってくるとこう隠していくタイプは、ひた隠しにしていくタイプはもう自己プロデュース型の人、違うなどう言うといいかなね、なんかいろんなタイプがいるなと。そして暗いところも書いて、この辺はディティールをね、まだこの辺カメラ壊れてないからある程度綺麗に映っているかなと思うんですけども、っていう感じでこう描いていきながらですね、暗いとこ描いたり、この辺がなかなかね、で形を描いたり外描いたり、形描いたり外描いたりみたいなことをしてるんですね。わかりますかね。この辺は別に油絵やからとかね、水彩やからとかデッサンやからとか関係ないんですよ。だからそこのところのこう、透明水彩の場合はどっちかというと考え方を逆転せなあかんっていうところがあって、白を塗り残していくみたいなところがあるんで、ちょっと逆転せなあかんところはあるんです。真逆に考えてあげたらいけると。その辺がこう分かるかな、できるかなっていうところは結構大事かなというふうに思います。でこの辺書いて、また隙間の奥の方とかも後の方で書いていくんですよ。でこれ今2層目3層目2層目ぐらいかな、3層目かなという仕事をしていっております。ね、ちま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 と書いていきながら密度を上げていく作業をしていってます。こんな感じなんですよ。地味でしょ。だから本物見たらモテるよりちっちゃいなとかって言うと思いますよ。これ8号ですからね。
ちなみにこれ鬼高評会の第何回かなんかの背景に使ってます、この絵。最近ずっといろんなところの、風景を背景にしてるんですけど、一回だけ絵にしてます。はい、気づいた人いるか。もうその動画は公開されているので気づいたっていう人もいるかもしれませんけども、そしてこの辺のこう細い線とか、こう細い線描くの難しいっていう人もいると思うんですけど、この時はねちょっと溶き油しっかりつけてます。溶き油でもジャバジャバにしてるというか、もうしっかりとこう混色してます。で他はねあんまりつけてないんですよね。下の絵の具の濡らしたスカンブルとかで濡らしてましたよね。ああいうものを使ってこう描いていってます。でこうねちょっと絵の具を厚くするところは絵の具を厚くしたりとか、こう微妙な絵の具のこう差異を出していくっていうことをしていってます。この辺っていうのがなかなか AI とかでね、最近ちょっと AI のことばっか喋ったんであれですけど、何の話しましょうか。選挙の話しましょうか。何の話しましょうかね、あと10分ぐらいあるのかな。何の話してもいいんですけども東京芸大ってどんなとこっていう話かな。でもやっぱ才能が集まりが多いんかな。でも僕は才能がないと自分で分かっていたから、もう完全なる努力型やっていうのを分かっていたからですね、すごい才能あるなっていう人たち、才能っていうか頭がいいなっていう人は多かったです。僕らの時は東京芸大センター試験をあんまり油絵かですけどね、あんま見てないという噂があったんですけど、やっぱ頭いい人多かったと思いますよ。で頭の良さって、僕は頭良くないですけど、頭の良さってなんかこうね、ちゃんと理路整然と物事考えれて、その結論に持っていけるみたいな感じ難しいな。ね、なんかそういう感じはあるんちゃうかなというふうに。そしてこれまた水芭蕉の花が咲いている。水芭蕉ね、この辺なんかこう絵の具の厚みまで映ってくれと思って映してるんですけどね、この辺はまだ動画綺麗にいってるかなと思います。なんかねその辺はあるんちゃうかなと思うんですよね。ただ絵が好きやっていうだけじゃなくてですね、そういうのは感じたかなと。申し訳ないですよ、むさびも言ってたからですね、そういう学生が多いなと思ったら東京芸大かなと。ただ天才とかっていうのはようわからんかったけど、何人かやっぱすげえ才能あるなっていうのはいたけど、続けたかちょっと意外と続けてないなっていうのがあって、別に続けたから正義でもないんですよ。なんかそういうのをいろいろ感じていたということですよね。なんかね本当にこういろいろいますしね、こうやって僕みたいに続けて、同学年だと何人ぐらいかな、56人ちゃうかな、60人中1割、むさびの時ので続けてるのって誰がいるか、34人かな。聞こえてくるのは110人ぐらいいてですよ。だからそういう感じなんですよ。続けることが正義じゃないけど、続けたらなんかものになる可能性はある世界やけど、その続けるのが大変というのが一番美術とか芸術っていうのはそういうところあります。だから美術関係の仕事とかに就くとなってきたらやっぱりある程度の数はいると思うんですけど、でももう何度か言うてますけど、これからはより基礎基本的な部分とか知識であるとかマネージメントプロデュース、いろんな能力がないと、ただ絵が好きというだけじゃ食うていけないやろうなっていうので、思ってたりとかする次第ですね。でこの辺とか隙間とかを描きながら密度を上げていっております。これ最後の最後のところまで映るね。まだこれカメラ壊れてないからある程度綺麗に ZV-1 っていうのから ZVE10 っていうのに変えたんですけどね、レンズをつけてちょっとそのレンズが合ってんのか否かわからないという感じです。そして完全に乾いた後です。すみません、いきなり来るからね、今の間ちゃんと1週間ぐらいは開けてるんですよ。もうちょっと開けてますかね。で紫を1回塗ってからさあどうしようかなって考えてます。1回拭き取って、でこの油を使って完成油とこの油使ってこうやってこれスカンブリング、ほらグレーの色とかね、白を混ぜたようなここの作業ですよね。皆さんねできたらね、油絵のこう深みとか、僕はいつも言ってます、構造を作っていった方が大人っぽくなるといいんですよ。別に構造作らん絵を描きたい方はそれはそれでいいと思うんですよ。もうね、で僕はこうやっぱりこう油絵の具って昔から残ってきた意味合いっていうのは、この構造というものによってこう深みが出てきて複雑になってっていうこう写実的な方法というのはある一つのこうね、出来上がった絵のなんていうか特徴油絵しかできへん部分かなというふうに思うんですね。乾きが遅いからこうやって指ですり込んでいってもムラなくできると。でもアクリルとかでもだいぶ近いことはできるとは思うんですけどね。で透明水彩はまた全然違うなとかね。水彩色鉛筆の動画作るって言って透明水彩色鉛筆買ったけども忙しいで作れへんね。
っていう感じでございます。いろんな画材にチャレンジしていってます。そしてこれはグレーズといって木の影が落ちてるからですね。もうほとんど順光、向かいから左斜め前から光が当たってる。これはちょっとねカッターの刃でちょっとだけ削ってます。削るというか下の絵の具をこうせり立たすように、そうすると複雑になる。なるべく縦で木目とか縦でね。で、ちょっと光がポンと当たってるところにこう生の白に近いのを塗って、下の絵の具とかが透けるような感じでこう描いていくということをしていますね。光がバン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 と当たっている感じですね。っていう感じにしていっております。今度東京個展楽しみですね。2020年以来ですね。もうコロナ禍真っ只中のね、本当は東京オリンピックが開催されて、あと一番こう日本は盛り上がってるんじゃないかという時にやりましょうという話になって、ありがとうございますとかって言うたんですけど、思いっきりコロナでもそれでもお客さんとかねすごい入ってもらって、だから今度はちょっとどうなるか分かりませんけどもね、もういる日とかはねその動画とかに上げてます。最低ここはまず言いますよと、飛行機と宿は取ったっていうところは書いてありますけどね。で細かい描写、福岡土日が多くなると思うんですけどね。ホテルやから土日も空いてるんですよね。ホテルの中仁王谷ですね。で名古屋は初日から行くべきか、ちょっとねやっぱ子育て大変やから妻をねほっぽらかしていくってなかなか申し訳ないから、なんか3日間ぐらいかもしらんしね、どうぞ週末にかけてとかね、そんな感じかななんて思ったりとかしてます。で最後の方ですね、これ書き込みをお見せしながらちまちまと書いていっております。もちろんこれが動画を撮り終わった後もまたちょっと書くんですよ。常にこう置いてあって、やっぱ気になるとことか出てくるんですよね。だからそういうのを書いたりとか、やっぱもうちょっと全体的にこうした方がいいかなとか、部分的にこうした方がいいかなとかっていうふうに、だからなかなかこうギリギリまで完成という、サインまでは入れてあったりします。なんかしっかりなんかね、サインとかは入れて、よしとりあえずまずここで終わりとか思うんですけど、じまじまやるんですね。ということで、この辺りというのは暗いとこ書いたり外側書いたりなんか書いたりとかっていう風に、していっております。ね、どうですか皆さん、楽しいですか？こういうね今日何の話とかもあんまり脈絡がない、まだダラダラとね、感じでございました。本当にねこうもう僕はもうなんかもう別にもう昔から本とかもね、もう図書館行ったら小木曽先生載ってましたとか、20年前若かったですね、当たり前じゃないですか、ね、20年も経ってるね、このね20キロ近く取りましたしね、ありがとうございました。ねそんな感じでございます。昔からそういうのも別に見せてたしね、全然こう構いません。ぜひぜひ本物を、この辺ちょっとねカメラが悪くなってる感じでするね、ぜひぜひ機会があれば本物を見ていただければと思います。この辺のこう描写とかね、本当に書いてあるわと。引き手見たらこう見えへんけど、寄ってみたら後ろの方にある枝とか書いてあるわとかっていうのに、気づいてもらえるんじゃないかなと思います。ちま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 ねえ、ほんと暗いですね。8号ぐらいからね、ほんとそんなに大きい作品じゃないですよね。これぐらいかなとかいう感じの作品ですよね。この辺の枝とかもね、下の絵の具とかを透けさしてこう暗いこう枝のこうあれ描いたりとか、この辺はもう完全ピント合ってないですね。悔しいですね、こういうのね、動画の作り方っていうのは非常に難しい勉強になるなと思います。でもだいぶね昔に比べたらこういうのもこう作れるようになってきたっていうのはすごい時代やなというふうに思って、水芭蕉の葉っぱとかをちょっと緑でも新しい芽の葉っぱやったりなんやったりとかみたいな感じで描き分けていったということでございます。ちま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 。本日もありがとうございました。長々25分ぐらいの動画、30分弱の動画でございましたけども、ぜひぜひ機会があれば本物を見ていただければと思います。毎年する個展とかなかなか厳しいし、今度の画廊規模では一番大きいです。日動画廊さん本店の方が特にね、機会があれば遊びに来てください。気さくなこんなおっさんなんでね、気軽に声かけていただければと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。噛みました。こちらの作品ですね、こんな感じですね、ぐーっと描いていっておりますね。よう描いとるなという感じかもしれませんけども、まあ、こういうの本当に本物を見ていただくと、これは、8号の P というサイズでして、まあ、これはですね、先日ちょっとお見せしたかな、マシューコと僕はなんとなく対にして見せたいなと思った作品なんですね。なんとなくこう対にして見せたりすると、春の芽吹いている感じと、ね、水芭蕉の白。それに対して全くもっての雪の白と白樺みたいな、この違いみたいなのの書き分けにチャレンジしたという作品です。なんとなくこうテーマを持って、作品に挑んでいくということを私はしていくということでございます。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。チャンネル登録よろしくです。